扉の前に水が溜まって壊れたって聞いたよ。研究施設の地下室で起きたことなのね。大雨が建物の中まで入り込んだのだ。放射性廃液は放射性物質を含む研究用の液体ね。タンクは3台とも水に浸かったみたい。家の点検用の隙間から外へ出た可能性があるのだ。ただ、周辺の水から放射性物質は検出されていないわ。施設の周りの放射線量も変わってないよね。だから今の分析では外の環境への影響はないのだ。可能性があることと影響が確認されたことは別よ。そこめっちゃ大事じゃん。水が入った経緯も気になる。大量の水の水圧で地下室の扉が壊れたと見ているのだ。普通の雨漏りではなく扉を押し開けるほどだったのね。みんなも施設の際は壺を試作って何が必要だと思う？今後は原子力規制委員会に対策を提出する予定なのだ。次は大網白里市で公募の銀行対応のニュースなのだ。銀行の店舗が床上まで浸水して臨時休業しているわ。 ATM や貸金庫まで故障したって生活に直撃じゃん。そこで駐車場に ATM を乗せた車が来ているのだ。現金の引き出しや振り込みに対応しているのね。銀行が動けなくても機械が車で来るのは助かるよね。僕は ATM 車を見たら銀行が走ってきたと思うのだ。銀行そのものが走ったら私の口座も逃げそうね。可愛い勘違いだけど今回は本当に頼れる車じゃん。営業は午前10時から午後3時までの予定なのだ。使う人は営業時間とカード対応を先に確認したいわね。売上の入金や年金の引き出しにも使われてたよ。使い慣れた店舗が早く戻ってほしい人もいるのだ。災害時は現金だけでなく振り込み手段も大事なのよ。ボランティアも住宅の片付けに入ってるよね。床やカーペットの作業は暑さの中で大変なのだ。続いては東南アジアの GDP に関するニュースだよね。 GDP って国内で生み出されたものやサービスの合計ね。多くの国で成長は続いたけれど伸び幅が小さくなったのだ。成長してるのに前より加速してないってことじゃん。フィリピンでは物価や失業率の上昇で消費が鈍ったわ。イラン情勢でエネルギー供給への不安も広がったのだ。エネルギーが不安定だと企業の費用も家計の負担も増えるわね。学校で言えば材料が届かなくて実験が止まる感じかも。シンガポールでは化学メーカーの生産も減ったのだ。原料が来なければ工場だけ頑張っても作れないものね。でもベトナムは 8.3% で伸び幅が広がったんだって。 AI や半導体の需要で製造量が成長を押し上げたのだ。同じ地域でも影響の受け方がかなり違うのね。景気って国ごとに同じ動きになるわけじゃないじゃん。みんなは AI や半導体の成長が続くと思うのだ。私は需要だけでなく電力や原料の安定も気になるわ。海外の景気でも物価や製品の値段に影響しそうだよね。千葉豪雨は2019年にも大きな被害を出しているわ。同じ千葉県豪雨という呼び方があるのだ。2019年10月25日の大雨も千葉県豪雨と呼ばれるのよ。今回の2026年8月の豪雨も千葉豪雨って呼ばれてるじゃん。発生日が違っても地域名と豪雨で呼ばれるのが興味深いわね。名前が残るほど記憶に刻まれる災害なのだ。過去の名前を知ると防災を考えるきっかけにもなるわ。今日のニュースのリンクは概要欄から見られるよ。気になったニュースがあったら高評価で教えてほしいのだ。次回も私たちと一緒にニュースを見ていきましょうね。